ゲームの強制終了と戦うボスラッシュハージもあるよ。今回プレイするのはトゥルーボスラッシュ難易度 X ファニー DLC を除く本編ボス28人との連戦となります。 X ファニーはアートブック購入で解禁される裏の最高難易度で、敵の攻撃力、速度、弾幕密度が数倍になるいかれた難易度です。敵の攻撃はほぼ全て回避不可能であり、その上被弾すると大ダメージを食らいます。ボスによっては攻撃を打たせた時点で敗色濃厚となるので、火力ガンフリビルドで即攻撃犯を狙っていきます。また X ファニーではゆっくりボスと戦っているとゲームがクラッシュ、強制終了します。ゲームが強制終了すると当然ゲームオーバーですので、 X ファニーではクラッシュする前に速攻するのが必須です。さて、しばらくの間はボスを一方的に殴る光景が続くので画面の説明をします。画面右上の数字は現在何戦目かを示しています。続いてコンシューマブルスは各消耗品、主に回復アイテムの残り個数を示しています。こちらは現在戦っているボスとそのスペックです。1つ目、脅威度は本ボスラッシュにおけるそのボスの強さを星の数で主観的に評価したものです。星派1つから5つまであり、それぞれ以下の基準に従って評価しています。星1つは弱い、苦戦数要素がない。星2つは強い、苦戦数要素はあるが対応は弱い。星3つはとても強い、対応は難しくミスると致命傷を受ける。星4つは3同様強いがさらにもう1芸ある。星5つは論外となっております。続いて順番が前後しますが、ガバ HP の項目について説明します。ガバ HP の数値はボスの HP を私が目視で計測したものです。計測はガバガバで行われており、正確な数値でないことに注意してください。またボスの HP に関して突起思考があれば下に示しています。最後にクラッシュの項目について説明します。簡単に言うと、クラッシュがありと記載されているボスはゲームを強制終了させる可能性があります。今戦っているチョコレートはクラッシュがありなので、本当にゲームがクラッシュしてしまいます。ゲームがクラッシュする条件は、クラッシュがありのボスがクラッシュ属性を持つ攻撃を発動することです。クラッシュ属性を持つ攻撃とは、クラッシュを引き起こす攻撃のことを指します。例えば先ほどのチョコレートの場合はカットイン攻撃がクラッシュ属性を持っており、チョコレートがカットイン攻撃を発動した時点でゲームが落ちるためゲームオーバーとなります。だからクラッシュ属性を持つ攻撃を発動される前に速攻する必要があったんですね。クラッシュ攻撃を持つボスは他にも複数おり、これらのボスと戦う時は一層気を使って戦う必要があります。そもそもクラッシュするってゲームとしてどうやねんっていう話ですが、これには X ファニーという難易度の生い立ちが関係していて、やむを得ない事情があります。難易度 X ファニーはウサギコンプレックスからの要望に応えて、開発さんがお忙しい中リリースしてくださったものです。それだけで本当にありがたいんですが、おまけという側面上対応順位が低いのかバグが放置されている現状です。代表的なバグがこのクラッシュで、特定の攻撃が当たれる再エラーが出てゲームが強制終了してしまいます。ちなみに他の正規の難易度ではこういったクラッシュ系のバグはほとんどありません。それだけでなくユーザーに不利なバグについては精力的に修正されており、普通に遊ぶ分にはバグで困らされることはないと思います。この動画でラビリリに興味を持ってくれた方がいらっしゃいましたら、安心して買ってください。神ゲーであることは私が保証します。さて、続いて12戦目、主人公である私を差し置いてぬいぐるみグッズから徹底したココアさんセカンド戦です。厄介な攻撃が多いですが、体力が低めなので行動される前に容易に倒すことができます。さて、ここまでボスを一方的にはめ倒してきたわけですが、この動きについては後で解説を入れます。ココアさんを行動される前に倒しきることができました。このペースで速攻を続けていきましょう。続いて13戦目は青小鳥さんです。開幕から殴り込みには生かず、ちょっかいをかける程度に削ってこの時期狙い攻撃を誘発させます。このボスは2人目のクラッシュありのボスです。HP が 90% 以下になると打ってくるこの攻撃がクラッシュ属性を持っており、打たれるとゲームが落ちます。開幕にちょっかいだけにとどめたのはこのクラッシュ攻撃を回避するためだったんですね。私の動きについてちょっと補足をします。ハンマーを振るときいちいち振り返り動作を加えています。これは裏手と呼ばれる火力増強テクニックで、ボスと適切な間合いを保って適切なタイミングで振り返ることでハンマーの火力を 1.8 倍上げることができます。続いて14戦目はニエベさんです。本動画で初めての星3評価のボスです。開幕にスチャージからお守りで高速シアトはそのまま削り切ります。ニエベさんはクラッシュこそないものの、高火力、ぴょんぴょん飛び跳ねるタックル攻撃などとにかく強敵です。今回は難なく倒せそうです。さて、ニエベさんの撃破でボスラッシュ前半14体のボスが終了しました。残り時間を見ていただければわかると思いますが、まだ20分以上残っています。ここから先のボスは最低でも脅威度星3となり、さらに厳しくなりますが、気を引き締めて頑張りましょう。
続いて15戦目は椎名さんです。開幕で自チャージを打ち、削れるだけ削っていきます。このボスは水中戦となっており、操作感がいつもと異なるためハンマーコンボを当てるのが少し難しいです。ラビリリクスの可愛い弾幕を打ってくるキャラなんですが、攻撃自体は全く可愛くありません。今回は運よく何もさせずに倒しきることができました。続いて16戦目はミクシーさんです。開幕いきなりフカヒレーザーが飛んでくるのでお守りで回避し、そのままハンマーコンボを当てて HP を削っていきますが、今回はガバ被弾しています。ガバ被弾により当初デバフを付与されてしまいました。これは私が攻撃するとスイップダメージを受けるというデバフですが、受けるダメージが5レベルなので無視します。本攻略ではミクシーさんで1回目のバニルモを発動しています。バニルモは非常に強力な必殺技ですが、5分間のクールタイムがあります。そしてミクシーさんのちょうど5分後にバニルモが必須の場面があるため、ここでバニルモを切る選択をしています。画面は17戦目のアルルーナさんです。このボスは3人目のクラッシュの地です。HP が 90% を切ると解禁されるこの攻撃がクラッシュ属性を持っています。ここまで来て強制リセは辛いところですが、クラッシュするがバウン抽選を減らすためにもとにかく速攻しましょう。さて、ここまでずっと私が見慣れない動きで敵をはめているわけですが、これについて簡単に解説します。これは低空ダウンドリルと呼ばれるコンボ技です。地上でジャンプした直後に即ダウンドリルを入力することで、見かけ上地上からダウンドリルを打つような動きになります。通常のアップドリルからダウンドリルではそれ以上にコンボをつなげるのが難しいのですが、この低空ダウンドリルなら最大でダウンドリル4回からアップドリル1回と合計5回もドリル攻撃を当てられるため大ダメージを稼げます。本攻略ではハンマー裏当て、低空ダウンドリル、お守りでひるませるを繰り返すことで敵の行動を防ぎつつダメージを与えています。またハンマーコンボ後の最中に赤魔法の連射をしています。リボンバッジによる魔法の連射は実はハンマーコンボ後による拘束中も発動できることがあります。やり方は通常の連射と同じです。連射が出るかどうか、またどれくらい持続するかは運なようです。またこの辺りのボスから日チャージも積極的に活用していきます。日チャージは MP を全て消費することで打てる大ダメージ攻撃なのですが、打てる回数に制限があります。日チャージは一発ずつごとに左上の円を3120円消費します。現在の所持金では残り19発3弾があることになります。日チャージにはダメージを与える以外の用途もあるため、どのタイミングで打つかアドリブで判断していくことになります。続いて19戦目、赤小鳥さんです。このボスは体力が低い一方で火力が非常に高く、一撃で1000近いダメージを受けることもザラです。特に HP が 50% を切ると打ってくるカットイン攻撃が厄介で、超高威力、回避困難、私の攻撃も当てにくいと厳しいです。これが問題のカットイン攻撃です。小鳥さんは空中に陣取り、ダメージ判定のあるマグマと高密赤弾を展開します。ここでは青ブーストを使用して防御力アップ、バフの効果を受け、少しでも HP を守っています。火力が正義のラビリリにおいて防御にリソースを割くのは結構珍しいです。ちなみにボスにまともに攻撃されたのはこれが初めてです。ここから先のボスは多彩な弾幕をたっぷり見せてくれるので、画面もさらに賑やかになっていきます。大台の20戦目、イリスさんです。4人目のクラッシュ待ちにして初の星4評価ボスです。これまでのボスとは一線を画するやりたい放題理不尽ボスとなっています。ここでは死ぬ直前に日チャージを当てて被弾猶予回数を1回増やす延命テクを狙っていますが、めちゃめちゃ外していますね。イリスさんは見ての通り不可避、超火力攻撃のオンパレードとなっており、さらに HP が 70% を切るとクラッシュ攻撃を高頻度で打ってくるようになります。まず HP を 75% 削って、その後一気に畳みかけましょう。ミスっていますね。少し前に赤魔法の連射のお話をしましたが、ここで補足をしておきます。赤魔法を使う理由は赤チャージの SP 回復効果がハンマーコンボ後による拘束と相性がいいためです。赤チャージを敵に当てると SP が回復します。この SP はハンマー攻撃に必要なので、赤魔法で SP 回復した SP でさらに相手を拘束という流れを繰り返すことで長時間相手を拘束しながらダメージを稼いでいるんですね。イリスさんでゴールドキャロット1消費で済んでいるのはいいペースです。アリウスさんです。動きが俊敏すぎて自己被弾が多いボスですが、うまく隙を見つけてからのハメを狙います。アリウスさんで被弾すると不安定、デバフが付与され、しばらく思うように操作できなくなります。早速不安定、デバフの影響でコンボから抜けられてしまっています。いきなり先行き不安ですが、22戦目のミルです。ミルはウサギラバー、バフを携えた初のボスです。このバフは終盤ボスが当然の権利のように持っている外役バフで、ウサギである私が与えるダメージを 50% 軽減するという効果があります。超がつくほどのウサギ好きなのでウサギに殴られても痛くないという謎理論でこちらを追い込む外役っぷりです。
こんな奴らはウサギ式の風上にも置けないのでぶっ飛ばしてしまいましょう。ちなみにリボンはウサギではないので、リボンの魔法はウサギラバーのダメージ軽減の対象外です。本来リボンの魔法主体で戦うのが有効なのですが、方攻略では構わず低空ダウンドリルしまくってますね。さて、見る撃破の時点でお守りのストックがもうありません。その次にはホームスラッシュ最強のボスが待ち構えています。これは非常にまずい状況です。とうとうやってきてしまったホームスラッシュ最強ボスの第1形態です。脅威度は貫禄の星5、4倍。今までのボスが可愛く見えるレベルの外役ギミックがあります。ノアさんの強さは膨大な HP と、それに伴うクラス攻撃の回避の難しさにつきます。ノアさんのガバ HP は59000と、ここまでのボスで最も HP が高いです。ノアさんは HP が 66% を切るとカットイン攻撃を発動し、その次に打ってくる攻撃がフラッシュ属性を持っています。つまり 59000×0.66=39000もの HP を一気に削りきれなければ問答無用でゲームオーバーとなる最低最悪の DPS チェックギミックがついているということですね。先ほどお守りがなくてまずい状況と言ったのはこのためで、一気に HP を削るのが難しくなるからです。ちなみにこの39000という数字はこれまで戦ってきたドロボスよりも多い HP です。ボスラッシュ開始時に持ち込んだ330秒の火力上昇バック効果も切れているため、序盤のボスと同じように速攻するのは容易ではありません。お守りが切れたので私の攻撃はここで終了です。さて、カットイン攻撃が与えました。この次の攻撃を打たれるとゲームが強制終了するためゲームオーバーとなります。ここではリスチャージもフル活用して削れるだけ削り、さらに2回目のバニルモもここで切ります。ミクシー参戦で5分後にバニルモが必要と言ったのはここで使うからだったんですね。さあ、バニルモ発動です。バニルモ発動と同時にブーストも打ちます。バニルモ発動中にブーストを打つと火力が上がる仕様のためです。総力を尽くして削り切ってしまいましょう。無事 DPS チェックを突破と思いきや、最後にノアさんの残りってタックルを食らいました。この借りは後で返してもらうとして、今は次に控える悪夢に集中しましょう。悪夢は終わっていなかったホームスラッシュ最強ボスの第2形態です。クラス攻撃はなく HP も低いですが、脅威度は星5、論外です。1回被弾したらほぼ敗北が確定す。被弾しました。ノアさんは被弾時に攻撃力0、デバフを付与してきます。これは文字通りこちらの攻撃力が0になるというデバフで、これをもらっている間はノアさんにダメージを通せません。この間は耐久を余儀なくされますが、耐久中に理不尽な暗幕が飛んでくる。さらに被弾、攻撃力0再付与という悪夢のループが容易に発生します。ノアさんは火力もトップクラスに高いため、回復アイテムがドカドカ溶けていきます。今回はノアさんがご機嫌で、回避が簡単な攻撃が続いています。なんとか命拾いしました。続いてホームスラッシュ最強ボスの最終形態ですが、このサギはあまり強くありません。体力こそ57000と高めで火力も高いですが、行動パターンはほぼ固定かつ弾幕も回避可能なものが多いので、さしたる脅威ではありません。これといった一芸がないので星3評価となっています。この攻撃はの背後がアンチです。簡単だな。そんなに話す内容がないので、ノアさんセカンドについて先ほど触れられなかった点を補足しようと思います。ノアさんセカンドの HP は26000と低めと言いましたが、これはあくまでホームスラッシュ内での相対的な話です。別の難易度と比較すると、難易度インポッシブルのノアさんセカンドと比べて 1.7 倍もの大幅強化を受けています。インポッシブルは X バニーの一つ下の難易度で、弾幕の密度や火力が X バニーより低い代わりに、バランスをとってボスの HP が5から 10% 程度高いという特徴があります。本来なら X バニーの方が HP は低くなるはずですが、ノアさんセカンドは例外的に大幅強化を受けています。さらにインポッシブルではバニルモをノアさんファーストで使う必要がないので、セカンドに持ち込むことができますが、 X バニーではバニルモを持ち込むことは難しいです。まとめると HP が大幅強化、バニルモを持ち込めず速攻が困難。これらの理由からノアさんセカンドの脅威度は爆上がりしており、星5評価をつけるに至ったわけですね。ちなみに X バニーで HP が強化されたボスはあと2人います。さて、長々と話しているうちにサモーンもすぐ撃破です。さて、26戦目は番外戦術の使い手にしてきたいウィリアムさんです。プロボスの強力な点はウィリアムさんに常時付与されるバッチコピーバフです。私はバッチという別ゲームでリチャームやアクセサリーを装備することで能力を強化することができます。ウィリアムさんは私が装備しているバッジの効果をそのままコピーして自身に付与します。例えば私が火力上昇系バッジをつけるとウィリアムさんの火力が上がりますし、防御系バッジをつけると今度はウィリアムさんが硬くなります。はい、お察しいただいた方もいらっしゃることと思いますが、
本ボスアッシュではミリアムさん対策として防御系バッジを装備できません。ミリアムさんはクラス攻撃を持っており、序盤に確定で打ってきます。この攻撃を打たれる前に削り切る必要があるのですが、防御系のバッジをつけてしまうとミリアムさんのアタクなり撃破に時間がかかってしまいます。だから本ボスラッシュでは防御面を強化することがご法度になっているんですね。ボスラッシュ中にバッジを付け替えることはできないので、28戦全てにわたって防御を捨てることを余儀なくされます。これが28戦全てに影響する点がミリアムさんの強さです。特に注意が必要なのがリリバッジです。これはボスとの接触ダメージを無効化できる非常に強力なバッジなのですが、このバッジをミリアムさんがコピーするとウサギラバーバフになります。ミルが持っているバフと同一の効果で私が与えるダメージが半減してしまい、クラス攻撃を打たれるまでに倒しきるのが困難になってしまいます。ここまで何度かボスからのタックルで被弾していますが、リリバッジを装備していたら防げた被弾です。これも全部ミリアムさんのせいなんですね。さて次の27戦目は本ボスラッシュ最強ボスが待ち構えています。NP5 万タンまで貯めて1チャージをすぐ受けるようにしておきたいのですが、今回はできなそうです。さていよいよ本ボスラッシュ最強ボスなのにご主人の登場です。右側のスペックを見ていただくだけでもわかる通り、これまでのボスは可愛く思えるほどの規格外のステータスを持っており、脅威度は当然星5論外です。クラス攻撃を持っているのはもはや普通として HP 量がおかしいです。ここまでの最高 HP はミリアムさんの7万6000ですが、ご主人の HP はその約2倍となる14万4000です。さらにご主人もウサギラバーバフを持っており、私が与えるダメージが常時半減します。ウサギラバーなしでも異常な量の HP ですが、バフ効果を加味した実 HP はもっと多いです。さらにご主人には速攻撃破が難しくなる様々なギミックがあり、スペックだけでももう色々おかしいのですが、実際の強さはそれ以上という何が起こっているのかよくわからない状況になっています。HP 量に比べ HP バーの減りが異様に早く見えるかもしれません。これはご主人のこれまでのボスと違い、複数 HP バー制を採用しているからです。ご主人は計 6HP バーを持っており、HP バーを6本全て削り切って初めて撃破となります。さて1ゲージ目を削り切りました。するとご主人の HP が全回復し、さらに最大 HP が2000増加して2ゲージ目へ移行します。またゲージ移行時に横 STG パートに移行します。この攻撃は一定時間が経過するまで避け続ける必要がある事実上の耐久攻撃となっています。1回目はまだ弾幕が薄く簡単ですね。さて横 STG パートが終了しました。ゲージ2本目も速攻と行きたいところですが、そうはいかない凶悪ギミックがあります。横 STG パートが終了して次の攻撃の間はご主人に99ダメージ異常反射バフが付与されます。このバフはこちらがご主人に99を超えるダメージを与えると、私がその分のダメージを受けてしまうというものです。ただしこの反射ダメージで HP が1以下になることはないため、 HP が1の時はこのダメージを無視して殴りに行くことができます。さてゲージ3問目の横 STG パートです。横 STG パート2は非魔法のチャージショットが特攻であり、大ダメージを与えることができます。リボンの魔法はウサギラバー効果も無視してダメージを通せるので、この間に膨大な HP を一気に削ってしまいましょう。説明が遅くなりましたが、画面右上に現在何ゲージ目か示しています。またカッコ内の数字は私の目測によるそのゲージの側 HP を示しています。これは回避が非常に難しい攻撃です。ここではバニメモキャンセルと呼ばれるテクニックを用いてこの攻撃をやり過ごします。これはバニメモの炎症中は被弾しても HP が1で耐える仕様を悪用したものです。本来バニメモには5分のクールタイムがあり、連続で打つことはできませんが、炎症をお守りやアイテム使用モーションでキャンセルすることでクールダウンに入ることなく無敵士間だけを得ることができます。この攻撃について私が空中にいる時紫色の弾幕の判定が消失します。ご主人の攻撃の中でも簡単な方の攻撃なので引けたらラッキーです。さてゲージ4本目に移行しました。ここまで触れてきませんでしたが、ご主人にはもう一つの脅威があります。それはご主人もクラッシュ攻撃を持っているという点です。画像の攻撃がクラッシュ属性を持っています。この攻撃自体はゲージ3本目から解禁されるのですが、体感上ゲージ4本目と5本目で打ってくることが多いです。ご主人の攻撃順はランダムなので、クラッシュ攻撃を一切打ってこないこともあれば、無慈悲に無慈悲されることもあります。クラッシュ攻撃を引く側抽選を避けるためにも、少しでも早くゲージを削り切ってしまいましょう。さらにこれも体感の話ですが、クラッシュ攻撃は横 STG パートが終わった直後に打たれることは少なく、逆にこの画像の攻撃の直後に打たれることが多いです。実際私の X ファニー初見攻略では海ご主人戦でこのクラッシュ攻撃に5回を言い返されており、そのうち横 STG パート終了直後に打たれた回数は0回で、画像の攻撃の後にクラッシュ攻撃が続いた回数は4回でした。
またクラス攻撃を4ゲージ目で撃たれたのは3回、5ゲージ目で撃たれたのは2回です。以上の経験則からご主人戦のクラス攻撃回避の立ち回りとして、4、5ゲージ目はなるべくお守りを温存しておき、画像の攻撃が撃たれたら速攻という方針をとっています。試行回数が少なすぎて根拠としては弱いですが、少しでも立ち回りの参考になれば幸いです。ここでご主人のヤバいポイントについてもう1点お話ししておこうと思います。ノアさんセカンドの話をしている時、インポッシブルより HP が強化されたボスがあと2人いるといったのを覚えていらっしゃいますでしょうか。そのうち1人がご主人です。X バニールのガバ HP は14万4000に対し、インポッシブルのガバ HP は13万1000。ノアさんほどの上昇幅ではありませんが、それでも HP が約 10% も強化されています。ノアさんの場合は、インポッシブルの方が一部弾幕が国回避困難という事情があったのでまだわかるのですが、ご主人は X バニーの方が火力、弾幕密度ともに大幅に高くなっている上、クラス攻撃も持っています。その上で HP の強化も受けているのはおかしいとしか言い表しようがありません。ちなみにもう一人の HP が強化されたボスはノアさんファーストです。またクラッシュ持ちが強化されてるよというのは置いといて、ノアさんの HP 上昇幅は 3% 程度とそこまで高くありません。さて5ゲージ目も終わり、いよいよ最終ゲージです。この後ホーモスアッシュ最難クラスの弾幕が待ち構えています。回復アイテムが残りドーナツ2個とかなり心細いですが、ベストを尽くしましょう。それでは最終ゲージに移行します。と思ったら残り手を打たれてしまいました。これが先ほど説明した要注意の攻撃です。X バニーではバグで弾が一切飛んでこないため殴りし放題です。では日を改めて最終ゲージの横 STG パートの開始です。開幕張り付いて接近黄色チャージを当てます。カットインの直後に全方位貫銃弾が飛んでくるため重りで回避。5ゲージ目の横 STG パートに加え、磁気狙いを含むレーザーと全方位貫銃弾が追加されます。レーザーと貫銃弾で拘束される中、速度差の大きい大量の弾幕をさばく必要があり、正直私には何も見えてないです。ラビリビは基本的に避け能力が必要ないゲームなのですが、ここだけは避け能力がないと明確に不利になります。ボコボコに被弾しつつもなんとか生き残りました。あとは HP ゲージを削り切れば撃破です。この攻撃は最終ゲージの一発目で確定で撃ってくる攻撃なのですが、非常に難しいです。HP が1になったので死なない程度に殴っていきます。次がボスアッシュ最終戦なわけですが、戦闘開始時にお守りが全回復します。ここまで来たらお守りをケチる理由がないので惜しまず使っていきましょう。この調子で最後まで削り切れそうなので、今のうちに最終戦に向けて状況整理をしておきましょう。まずさっき打った2チャージで円が底をつきました。よって最終ボスでは2チャージを打てません。また回復アイテムの残りはドーナツ1個です。細かい説明は省きますが、最終ボスでの被弾猶予回数は3、4回です。それではいよいよ最終戦です。最終戦、あまたのラビリビプレイヤーを引退へと追い込んだ本編最強ボスのイリスさんです。イリスさんの強さといえば膨大な HP、常時冬のウサギラバーバ、被弾するほど不利になる吸収、ギミック、速攻を許さない、山脈ダメージ、即死、不要ギミック、ダメージを一切通せない一方的な攻撃、そして最後に数分間の耐久弾幕が待っているなど多岐にわたります。もしイリスさんが本編遭遇時の強さであれば脅威度は星5、4倍の強敵だったでしょう。しかしこのトルーボスアッシュにおいてはこれらイリスさんの脅威がほぼ全て機能しておらず、本編遭遇時に比べて圧倒的に弱いです。イメージとしては3よりちょっと強い程度で、対策をすれば撃破は容易であり、脅威度は星4評価です。まずイリスさんの膨大な HP についてですが、トルーボスアッシュではこれが大幅にナーフされています。本編遭遇時の HP が14万程度なのに対し、このイリスさんは約 60% の8万1500しかありません。ウサギラバーバフこそ厄介ですが、この HP のナーフと私のステータスが本編から大幅強化されていることもあり、あらゆる害悪ギミックに悪さをされる前に執行することができます。さらにトルーボスアッシュでは最後の耐久攻撃もカットされており、実質的にほとんど脅威が残っていません。ダメ押しにイリスさんは行動中の完全固定であり、パターン化が容易であること、イリスさんとは膨大な時間の戦闘経験があり、熟練度が高いこと、本編遭遇時と異なりバニメモを持ち込めることなどの要因が重なって、本ボスアッシュにおけるイリスさんは弱いと判断しています。ちなみに確認した範囲では、ノアさんファーストやご主人も本編遭遇時に比べて HP が 40% 程度ナーフされています。この2人についてはナーフ5ですが、論外評価なので、もし HP がナーフされていなかったらクリアは不可能だったかもしれません。イリスさんが降りてきたところを殴ります。 BGM のピッチが上がったので第2形態以降ですね。まだコンボが続いているので削れるだけ削ってしまいましょう。
第1形態最後の攻撃ですが、非常に簡単です。颯爽と避けて第2形態を迎えます。イリスさんは形態変化時に長時間の回避不可能弾幕を展開します。これがこのボスの厄介な点で、ワニメモキャンセルの使用をほぼ強制されます。そのため、ご主人戦ではワニメモを打たず温存しておくことが推奨されます。ちなみにこの攻撃ですが、インポッシブルでは間避けが可能です。X バニーでも可能かどうかは分かりませんが、どちらにせよ非常にシビアな操作が要求されるため、トルーボスラッシュでは当てにしない方がいいでしょう。ここまで来たらクリアは硬いので、先に完走した感想をお話ししていこうと思います。まず反省点ですが、我が被弾があまりにも多く、練習不足と知識不足が現れた走りになってしまいました。ノアさんファーストの最後のタックルはちゃんと意識していれば避けられていましたし、ノアさんセカンドの被弾はもってのほかです。続いて良かった点について、全体的にボスの実行がうまくいったと思います。赤っ鳥さんより前の前半ボスについてはほぼ完封することができており、レースでもここまでの両ペースで走れたことはなく、前半の余裕が完走につながったと思います。イリスさんが降りてきたので、このまま HP を 33% まで削って第3形態に移行させてしまいます。逃げられました。まずこの後は飛びっかり攻撃だけど SP がないからあやらしい逃げられないバニューモキャンセルの被弾して最後のノーナツ消費しちゃった後一回しか被弾できない。しかも回復時のこっちフレイリスさんを押し返してないから被弾すれば下に重り打ってくるの敵しか当たりないようなバニューモキャンセルしないとダメなように助けて皆さん。はい、ミスって危うく死にかけましたがなんとか私生きています。さっきのドタバタでドーナツを消費してしまい HP も残り1と正真正銘追い詰められました。1被弾も許されないので慎重にバニメモキャンセルで耐久します。幸いあと少し削ればイリスさんが第3形態に移行してくれます。ピッチが上がったので第3形態です。この星弾攻撃ですが不動アンチがあるのですが X バニーではかなりシビアです。被弾したら即ゲームオーバーなので仕切ってバニメモキャンセルしています。さて第3形態ではイリスさんの攻撃を1とバニメモキャンセルでやり過ごす必要があり、そのためにお守りの回復が必須です。イリスさんを拘束して少しでもお守り回復の時間を稼ぎます。第3フェーズ開幕の攻撃です。インポッシブル以上では隙間を通って避けることはできません。実はそれぞれの四角と四角の間に若干スペースがあり、このスペースの中がアンチになっているのですが、それもシビアなので当てにしない方がいいです。さて攻撃を回避したら2ブーストとともに最後のバニメモを打ちます。ここまで来たら勝利確定です。タックルに怯えながらイリスさんが降りてくるのを待ちましょう。イリスさん撃破、これにてボスラスクリアです。経過時間は26分4秒でした。余談ですが、X バニートルーボスラッシュは調べた限り先駆サギ様が2名おられ、そのお二方は19分51秒、21分41秒という異常な速さでクリアされています。正直何をどうやったら5分も差がつくかよくわからないのですが、今後の伸びしろということですね。中時間のご視聴、誠にありがとうございました。おまけに、バッジ構成です。